どうも、さっさんです。今回はこちら9月にモトローラから発売されたレーザー50というね、折りたたみスマホをレビューしていきたいと思います。このスマホのキャッチコピーがそろそろ普通に飽きてきたなんですよ。で、最近のスマホって確かにね、中身のプロセッサ性能が良くなってたり、カメラ画質上がってたりするんですけど、それをね、あんまり求めてない人いると思うんですよね。そこあんま興味ないんだよな、新鮮味感じないな、みたいな。そういった方にはね、結構刺さるんじゃないかなと思いますので、今新しいスマホ検討してるとか、折りたたみスマホちょっと気になってたなんて方ね、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。ということで早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはこのレーザー50の価格やスペックから説明したいんですけども、こちら今年の9月27日発売で、現在モトローラの公式サイトで13万5801円となってます。カラーバリエーションはコアラグレイ、サンドクリーム、スプリッツオレンジの3色で、今僕の手元にあるモデルはコアラグレイですね。そして搭載しているプロセッサはメディアテックディメンシティ 7300X ですね。後でベンチマークスコアもお見せするんですけども、正直ね、そんなに高性能なプロセッサというわけではないです。もうゴリゴリに重い 3D ゲーム遊びたいとかっていう方であれば、最近ね、このレーザー50の上位モデル、レーザー50ウルトラっていうのも発表されましたので、そっちの方が向いてると思います。ただそんなにがっつりゲームやらないとかっていう方の普段使いのスペックとしては実用十分かなと思いますね。ラムもね 12GB ありますし、ストレージ 512GB と大容量になってます。ディスプレイサイズはメインのディスプレイ内側ですね。こちらが 6.9 インチ、解像度フル HD プラスですね。パネルは OLED、アスペクト比が22対9なので結構ね縦長なんですよ。その分ね、この横幅っていうのはそんなに広くないので、片手で持った時にねすごい手に馴染みやすいと思います。文字入力とかも僕の場合はキーボード通常サイズ、片手モードとかにしなくてもね全然使いやすいなと思いました。で、やっぱり折りたたみスマホっていうと、こういう風に閉じた時にね、外側にもディスプレイついていて、いろんな機能を使えるっていうのがね、メリットだと思うんですけど、このディスプレイサイズもかなり大型なんですよ。3.6 インチの、ディスプレイ搭載してます。アウトカメラについては二眼構成になっていて、メインの広角と超広角。もちろんインカメラも搭載しているんですが、レーザー50の場合はアウトカメラでこういう風に写りを確認しながら自撮りすることができます。次にバッテリーですね。これ容量は 4200mAh で、有線での充電であれば最大で 30W の急速充電対応してます。ワイヤレス充電は最大で 15W。ちなみにね、これ端末の素材的にマグセーフ充電器にちょっとくっつくようになってるんですよ。なのでワイヤレス充電かなりやりやすかったです。位置はね、ちょっと微調整する必要あるんですけども、全くくっつかないスマホほとんどだと思うので、結構使いやすいと思いますね。そして端末の重量が約 188g ですね。本体持ちやすいということもあって、特に重さはね感じないですね。で、最近結構重視する方多くなってると思うんですが、お財布携帯対応してますし、 SIM もねデュアル SIM、 ナノ SIM1 と eSIM1 対応してます。じゃあちょっとアップでね端末詳しく見ていただきたいんですけども、まずねこの外側のディスプレイ、これ結構大きいですよね。 3.6 インチあるとね文字とかも見やすいし、結構ね外側のディスプレイだけでいろんなことできちゃいます。で、横から見るとこんな感じですね。閉じた時に変な隙間が空いてるとかそういったことは一切ないです。で、こちらがヒンジなんですけど、特にロゴとかはないですね。で、反対側がこんな感じ。レーザーのロゴとモトローラのロゴ、どっちも入ってます。そしてこの素材なんですけど、ビーガンレザーを採用していて、触り心地、手触りがねすごいいいんですよ。こうしっとりとした手に馴染むようなね素材感になっていて、一応最初からねこういった純正ケース付属してはいるんですけど、もうこれなしで使いたいなって思うぐらいのねすごいいい触り心地なんですよね。じゃあ開いた状態でねボタンとか端子の位置確認していただきたいんですが、真ん中より少し上に、電源ボタンついてます。一般的なスマホよりもねちょっと上ぐらいにねこれ電源ボタンあるんですよ。大体折りたたみスマホって構造的にそうなっちゃうんですけども、ちょっとだけ親指をね上に伸ばしたら、手が届くような感じで、さらにその上にね音量ボタン2つついてます。で、端末上部にはマイク、左側上部には SIM カードスロットがついてます。で、最後に端末下部なんですけども、充電用の USB Type-C 端子とマイクとスピーカーという風になってます。続いてディスプレイ見ていただきたいんですけども、どうでしょうか。
やっぱ折りたたみスマホだとね、この開いた時の真ん中の折り目気になるっていう方多いと思うんですよ。でもね、これレーザー50はその折り目がね、あんまり気にならないんですよね。光を当てるとね、若干折り目わかるかなと思うんですけど、肉眼で正面から見てる感じだともうほとんど気にならないし、しかもね、これ触ってもね、あんまりこう引っかかりを感じないんですよね。僕実はモトローラの折りたたみスマホ触るの初めてだったんですけど、これはね、かなり感動しました。すごいいいじゃんと思いますね。で、一応昔のガラケーみたくこうやって片手で開くことも、できなくはないっていう感じかな。ただ外出先とかでこうやってスマホを開く時に滑って落としたらね、怖いので、両手で開けるっていうのがね、やっぱいいかなっていう感じですね。で、次にロック解除についてなんですけども、インカメラでの顔認証もちろん使うことできますし、電源ボタンが指紋認証対応してるんですよ。今ちなみに顔認証っていうのは登録してないので、こうやってね、触ってもカメラでのロック解除っていうのはできないです。電源ボタンもう一回押してみます。はい、こんな感じ。どうでしょうか。結構ね、精度高いんですよ。このロック解除については閉じた時もね、使うことできるんですよ。こんな感じ。この画面はロックかかってる状態ですね。で、ロック解除すると、ここにね、登録してるアプリ使うことが可能になってます。じゃあ、ついでにね、この外側のディスプレイでできることを説明しちゃいましょうか。ここにね、今3つアプリ登録してるんですけど、もちろんね、ロック解除した状態でこのアプリタップすると、こんな感じでね、カメラ起動したりとか、あとは僕の場合 PayPay も登録してみたので、こんな感じでね、簡単に端末を開かずに支払いしたりとか、他にも横にスワイプして他のアプリ使ったりとか、カレンダー確認したり、天気確認したり、ウィジェット登録っていうのもできて、僕はね、これチャット GPT 割り当てしてるので、キーボードでこうやってね、文字入力するということもできますし、めんどくさい場合は音声入力っていうのもできます。寒い日におすすめの食べ物を教えて。はい、こんな感じでね、簡単に使うっていうこともできます。閉じたまま。それとカメラについては、このショートカットアイコンをタップしなくても、電源ボタンを2回押しでね、すぐに起動するっていうことも可能になってます。ちょっと残念なのがね、この画面にライトを登録すること多分できないと思うんですよ。僕ね、結構夜トイレ行く時とかにスマホのライトね、使ったりするので、それね、登録できたらよかったなっていうのが、ちょっといまいちポイント。一応ジェスチャー機能っていうのがありまして、スマホを縦にね、2回振るとライトつけることできるんですよ。ただね、この感度っていうか、ちょっと強めに振んないとダメな気がするんですよね。こういう風にね、ちょっと弱めだと反応しないので、割としっかりめに振るとね、反応してくれるんですが、それだったらワンタップでね、できればライトつけれるようにしてほしかったですね。はい、続いて OS なんですけども、これは Android 14がインストールされてます。Android 14をね、モトローラが若干アレンジしてるっていう感じなんですけど、これはね、結構使いやすいなと思いました。例えばですね、この上からスワイプして通知を出した時に、今通知なんもないんでね、お見せすることできないんですが、両側どっちにスワイプしても通知消せるとか、これね、僕結構重要視していて、たまにね、どっちかじゃないと消せないやつとかあるんですよ。それがね、ちょっとめんどくさいんですよね。あとはタスクキルの仕方ね、こういう風に起動中のアプリ表示した時にすぐにね、全てクリアっていうのがあるんですよ。これも端末によっては端っこの方までね、行かないと全部消せないやつとかもあったりするんですよ。いきなりね、全部消せるっていうのは便利かなと思います。で、この縦長の画面を活かしてアプリね、2つ起動するっていうことも対応してるんですよね。これやり方は、縦に並べたいアプリを2つね、あらかじめ起動するんですよ。で、その状態でまたね、さっきの起動中アプリ呼び出す画面に行って、並べたいアプリの上で、上に分割で Chrome。はい、これでね、2つ並べることができるようになりました。このサイズの調整っていうのも可能になってます。あと真ん中2タップするとこういう風にね、入れ替えることもできますね。でもこれをプリセット登録しておくとか、多分それにはね、対応してないみたいです。基本的にはね、結構使いやすい OS だなと思いました。ただ、アプリの並び替えの時にね、これ、片手操作しかね、今のところ対応してないみたいなんですよ。最近ね、結構こう、例えば右手でね、こうやってアプリ動かしながら、左手でページ移動できるやつとかあったりするんですけど、それはね、対応してないみたいなので、これもね、ちょっとアップデートとかでできるなら対応してほしいなとは思いました。
はい、次にベンチマークテストについて、今回アンツツでね、ベンチマークスコア測ってみたんですけども、これ連続3回ね、測ってみました。なんで連続3回やるのかというと、発熱によって後半のスコア低下するものあるんですよ。ということでね、3回やってみたんですが、まず1回目のスコアが67万9575で、ベンチマークテスト実行前に比べて2度端末の温度上昇してますね。で、2回目がこちら、スコアは69万987、ベンチマークの温度は3度上昇してます。で、3回目が69万653、端末の温度は3回目は変わってないです。で、アンツツのこのスコアについて正直言うと、このスコアっていうのは全然高い方ではないですね。最近の高性能な端末になると200万ぐらいね、スコア出るものもあるんですよ。ただコンセプトとしてこのレーザー50っていうのは普通のスマホとはちょっと違ったね、使い心地、面白さっていうのを追求しているものなので、そこを求める人にはちょっと違うのかなっていう感じ。さっきも言ったんですけど、一応上位モデルっていうのもね、発売されますので、端末の性能も高性能であってほしいという方であれば、値段はね、高くなっちゃうんですけど、そっちの方がね、合ってるんじゃないかなと思います。ただその分ベンチマークテストを実行しても発熱というのはかなり少なかったですね。これ3回連続で回した後にスマホすぐ持ってみても本当のちょっとねあったかくなってるかもぐらいなんですよね。そもそもね時期的に部屋が寒いからっていうのもあるんですけど、発熱はね全然気にしなくてもいいかなと思います。しかもバッテリーもすごい長持ちするんですよ。容量 4200mAh ってまあまあかな。もっと大容量なバッテリー積んでるスマホとかもあったりするんですけど、そういうのに比べてもね、なんかこう体感で全然充電しなくてもバッテリーの減り遅いみたいな感じなんですよ。もう体感としてはちょこちょこ使いながら1日余裕で持つなっていう感じ。ゲームとかやんない方であればモバイルバッテリーとかなしでもね全然余裕なんじゃないかなと思います。はい、一応原子にねどんな感じかちょっと見ていただきたいんですけども、デフォルト設定最低だと全然ね普通にできるかなっていう感じではありますね。フレームレート30なのでマックスがそんなにねこう滑らかっていう感じもないし、画質もねいいなっていう感じはないんですけど、それでもいいならね全然できるかなという感じで、フレームレート60にしてみましょう。これフレームレート今変えたんですけど、もしかしたらねこれ貼り付きとかでは出てないかもなっていう感じですね。あんまりね30の時と変わったような感じはしないですね。はい、次に画質中にしてみました。画質中でもなんか大丈夫そうな感じはするな。あんま変わってないかも。手の時とこの動きの滑らかさというか、あんま気にしなくても大丈夫そうだな。原神安定して遊ぶなら中ぐらいで遊ぶのがいいかなっていう感じですかね。はい、続いて Android 版のマイクラね起動してみたんですけど、マイクラはねもう全然サクサク動いてますね。以前ですね違うメーカーの Android スマホレビューした時にちょっとねこの動きにもっさり感感じたんですけど、なんかモトローラレーザー50に関してはなんかそんなことないかな。なんか全然ねもっさり感感じずにね普通に快適に動いてるっていう感じかな。設定はねこれデフォルトで今遊んでます。ここ数日触ってみてるんですけども、ゲームやらないっていう方で、動画見るとか SNS 見るとかそういった用途の方であればもう全然ね動作に不満感じるとかっていう場面はないんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ最後にカメラ機能について、このレーザー50が折りたたみスマホだからこそできるね独自の機能っていうのもありますので、どんなことができるのか実際にね見ていきたいなと思います。まずですねこのモードっていうのは左からスローモーション、動画、写真、ポートレートで、プロモードっていうのは細かくねホワイトバランスとか、シャッタースピード、ISO感度みたいなねそういった項目いじることができます。で最後詳細っていうのに行くと、例えばよく使うもので言うとね、書類をスキャンしたりとか、デュアル撮影っていうのは、こんな感じでですねアウトカメラとインカメラ、これを両方同時にね記録することができるっていう機能ですね。今写真撮ったんですけどもこんな感じで保存されました。これサイズを入れ替えたりとかで、あとはこれ半々にしてね撮影するということもできますし、写真だけじゃなくて動画のデュアル撮影とかそういったこともね、可能になってる結構ね面白い機能になってますね。で次に写真機能を見ていただきたいんですけども、このレーザー50はアウトディスプレイっていうのがありますので、ここにですねどういう風に映ってるのかっていうのを、表示することができるんですよ。今外部ディスプレイカメラプレビューオンになりました。これで反対側向けるとねこんな感じです。例えば誰かを撮影している時
時に今どんな感じで映ってるのかっていうのをその人もね確認することができるんですよ。これ結構ね便利かなと思いますし、もう一回タップすると、外部ディスプレイアイキャッチアニメオンっていうのになりました。はい、こういう感じでキャラクターの、面白い表情みたいなのが表示されるんですよね。小さなお子さんとかのね、笑顔の写真撮りたいとかってなったら、なかなか難しいと思うので、こういう機能をね、活用すると結構ね、撮影しやすくなるんじゃないかなと思います。で、続いて動画なんですけども、動画ももちろんね、これ外部ディスプレイカメラプレビューオンにしてね、同じく撮ることできますし、外部ディスプレイアイキャッチアニメオン、これ動画でもね使うことできるんですよ。こんな感じで。でさらにこれ動画の場合ね、こうやって折りたたんでビデオカメラみたいな感じでね使うことできるんですよ。こういう風な持ち方でね撮影できると。しかもこの右側にタッチパッド表示されてるんですよ。ちょっと見えにくいかもしれないんですが、このタッチパッドを使って右手でねこうズーム機能使ってあげたりとか、そういうことが可能になってるんですよね。これもね、折りたたみスマホ独自の機能だし、他のメーカーではね、多分採用してない機能なんじゃないかなと思うので、結構ね、面白いんじゃないかなと思います。もちろんスマホ閉じた状態、アウトディスプレイだけを使ってね、写真撮ったりとか、動画の撮影っていうのもできるので、スマホの高画質なアウトカメラを使ってね、YouTube の撮影したりとか、TikTok の動画撮ったりとかね、そういったことが簡単にできちゃいます。はい、という感じで今回はモトローラレーザー50についてのレビューでございました。価格が現在13万5、6千円ぐらいなので、現在販売されている折りたたみスマホの中では安い部類なのかなっていう感じ。ただ、スマホ全体で見ると性能はね、あんまり高い方ではないので、とにかくコスパ高いスマホ欲しいとか、高性能なスマホ欲しいみたいな方にはね、ちょっと合わないかもしれないですね。普通のスマホはもうちょっと飽きたな、変わったスマホ使ってみたいなっていう方にね、おすすめのスマホです。でやっぱりね、この縦折りのスマホっていうのは頻繁に閉じたり開けたりするので、ディスプレイ壊れないかなって不安に思う方いると思うんですよ。でもね、これ購入特典としてレーザー50購入日から1年以内であればディスプレイの故障1回無料でね修理してもらうことできるみたいなので、その点もね安心感高いかなと思いますね。動画の概要欄に公式サイトのリンク載せておきますので、この動画見て気になったという方はね、ぜひチェックしてみてください。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。